この子は相撲をやるのはかわいそうだと。床山とかね、行事呼び出しにした方がいいんじゃない。あんまりにも小さい細いから、海外のね、方々がデブのぶつかり合おうって思ってると思うんですけど、実は筋肉の重さが110キロだ。稽古が本当に毎日辛かったんですよね。ずっと泣いてましたね。これいじめと思ったらいじめかもしれません。でも、そう思わなかったのは、先輩がポーンとこう肩叩くんですね。お前のためだからと。それでまた泣くんですよ。Just before we get started, today's episode is going to be a little bit different than what we usually do. The episode was done in Japanese, but we prepared English subtitles for you. I hope you enjoyed. The guest was fascinating. We've got plenty of stories for you. I'll leave you to it. Welcome to Unpacking Japan. I'm Toby, and today I have the pleasure to welcome Hakuho on the podcast. Thank you very much for coming. Thank you. You are the 69th Yokozuna. Hakuho Show. You are probably one of the greatest of all times. You've won every championship there is to win. Your accomplishments, I have a list here. It's very, very long. Very long, yeah. We want to go back a little bit on your life, your career, and everything you're working on now. It's a real pleasure to have you. And like with all my guests, what I'm curious about is the beginning. You're from Mongolia. Yeah. What made you interested in coming to Japan? そうですね。私は今簡単にちょっと相撲のルーツと、そしてまた私が相撲と出会ったことを今話したいと思ってまして、私がやってきた相撲っていうのは、いわゆる、日本の11代天皇陛下の前で、2人の力人が相撲を取ったと。これが約1700年前のことなんですね。当時の相撲は今の、相撲のルールと違って、格闘技だったっぽいなんです。そうなんですよ。ですので、奈良の、桂氏の大麻の慶派っていう力人と、島根県出雲の野見の宿国が相撲を取った。っていうのが日本の相撲の始まりです。でそれから、だんだんこうルールがなってきて、こういう俵になったり、今の土俵にスタイルになったそうなんですけれど、私自身は実は1992年ですね。92年に若菜花、貴乃花という兄弟横綱がいたんですよ。のお父さんが大関貴乃花のお兄さん、45代横綱、初代若菜花でいたんですね。横綱が青森出身で、実際に、後に相撲協会の相撲フェデレーション、アソシエーションのプレジデント、理事長として務めたときに、何を見たかわかりませんけれど、NHK と一緒に相撲のルーツという旅したんです。で、いろんな国訪問して、おそらく、なんかこう、いろんな人のこのアドバイスがあったのか、なんかものを見たのかわかりませんけど、その旅したんです。で、私も NHK の仕事をしてましたんで、NHK の人に頼んで、最近実はその映像を見たんですよ。最初行った国はエジプトなんですよ。それエジプトのファラオ、王様の宮殿の玄関の壁に昔ですよ。はい、相撲の技のテクニックですね。映画、全部ペトグラムが書いてある。なるほど。エジプト文明って言ったら皆さん、4、5千万円の話ありますよね。日本の相撲が1700年前っていうのはあったけれど、エジプト相撲のって言ったら、もう5000年、6000年前の話になりますから。じゃあ果たして相撲のルーツとはどこからなのかっていうね。でそれからヨーロッパのスイスも相撲があるんですよ。スイスに。スイス。はい。スイス相撲。アフリカ、セネガル相撲、トルコ、スペイン相撲もありますし。で、韓国、モンゴル訪問した時に、92年に私の父と若菜花さんを交流したんですよ。で私の父はモンゴル相撲って年一場所なんですね。父はモンゴル相撲の大横綱で、実はレスリングフリースタイルで東京オリンピックを経験して、4年後にメキシコでモンゴル初のメダルをもたらした。そういう偉大な父のもとで、環境があって生まれて育ったわけなんですけれど、それで若菜花さんと父が交流をした時に、当時私が7歳だった。7歳の時に、今でもあるんですけど、大相撲雑誌ってあるんです。雑誌もらったり。でそして飴とかお菓子いただいたんですね。
で、その細長いお菓子だったもんですから、入門した案内した先輩に聞いたんです。こういう細長いお菓子ありますかと。そしたら先輩がそれうまい棒だって言われて、ただそのうまい棒って非常に安いお菓子だって後から聞かされて、うまい棒にじゃあ騙されたなお前って言ってね。まあそういう面白い話があったんですけれど。それから、本当この相撲に興味を持つようになったんですね。で衛星放送で相撲を見るようになって、でモンゴルで雪降りますから、雪の上に円を描いて、仲間と友達と同級生と相撲を取ったりしてたっていうのがまたあって。その頃ちょうどテレビドラマ、おしんが流れた。おしんって。I didn't see no. このおしんって海外でものすごく流行った日本のドラマなんですね。シリーズドラマで。お母さんがこのおしんの大ファンなんですね。私あんまり見たくなかったんですけれど、ずっと一緒に見させれるんですよ。でもおしんがね、かわいそうなんですね。黒ばっかりしますから。子供の時に自分が誓ったんです。絶対日本って国行かないって。絶対国はひどい国だっていうね、イメージがあったんですよね。でそれからスマップのキムタクさんと、松たか子さんのテレビドラマ、ラブジェネレーションってあった。あれ見て、全然違う国じゃん、ね。まあそのギャップがあるんですけれど、それでやっぱ日本行ってみたいっていう気持ちがだんだん強くなってきまして、それで実は大阪に来たんですよ。Your first trip was Osaka? Yes. 大阪の大東市に私が15歳の時にホームステイしていたと。だから大阪が私の原点、第二のふるさとなんですよね。And today you're back in Osaka to meet us. You went to Japan, I think, when you were 15 with this dream of becoming a sumo. But at the beginning, I read that you were only like 62 kilos. And it was difficult for you to find a sumo stable that wants to kind of take you on for training because they wanted guys that are maybe bigger and heavier. いやいや、実はお相撲さんになろうと思ってないんですよ。遊びに来たんですよね。とにかくもう日本行ってみたい。で、たまたま私が預かってた摂総工っていう会社が農大出身のアマチュアで活躍している選手たちを会社に預けながら働いてたんですよね。で、そこに週に2回3回相撲の稽古がある。そこに参加しながら大阪に見ていくってツアーだったんですよ。で、私のお母さんもね、母もドクターだったんで、本当私の夢はオリンピック金メダル取って医者になるのが夢だったんですよ。そうなんですか。だから当時は各相撲協会のルールでは、各部屋に外国人2人入門 OK なんですよ。今、各部屋外国人1人になっちゃったんですね。そうなんです。だんだん狭くなってきてるんですよ。まあ平成的になってきてるんですけれど、まあ、当時は2人 OK っていう枠がたくさんあったんで、まあなんとか入門ができたんですけれど、まあとにかくその15歳の時に身長が175センチ、体重が62キロしかなかったね。もうその辺のごく普通の少年でしょうで、どこの部屋からも声がかからず、まあその時極小山極天法っていうのはモンゴル出身の先輩方いたし、まあなんて言っても朝青龍っていうね、その大横綱レジェンドがいたし、やっぱりモンゴルの選手たちに非常に親方、マスター方しかね、興味あったんですよね。で、実はどこの部屋からも声がかからず、本当2ヶ月経ってホームステイが終わる、この前の夜ですね、さよならパーティー、食事会が開いてもらって、帰る飛行機にチケットもらいました。両親にお前が買えました。当時の交渉電話で100円入れるでしょ？今ありますか？ 100 円入れて電話するやつ。交渉電話。そう。ありますかね？はい。少ないから、そこで電話して、両親に電話して明日帰りますからって。もう全部報告終わって、で、いたところ、今の、当時のね、私の師匠、親方から電話があったんです。年が若ければ、一番若い方が欲しいっていうこと。私の体見てないんです、師匠が。ただ私が預けてくれた会長社長がね、この子ほんと細いですよ。大丈夫ですかって言ったところ、師匠も実は110キロしかなくて、関取まで上り詰めた人なんです。それこそアメリカ、ハワイ出身の小錦さんが買ったこともあるんですね。
はい。だからやっぱこの年が若ければ、なんとかなるっていう師匠の思いがあったみたいですよね。もし師匠が、親方がね、横綱大関だったら、私じゃなくて、もう少し方がいい選手、子供を選ぶだろうなっていう。だから本当に師匠に選んでもらったっていうのは、声かけてもらったのが嬉しくて。まあ実はでも、先ほど言ってた、身長、体重があったんですけれど、1月に実は声がかかって部屋に来たんですよ。で、その3月の春場所もうすぐ始まるんですけど、3月入門するんであれば、2月中旬の新弟子検査があるんです。ここに合格しないといけない。当時相撲協会のルールと身長173、体重70キロじゃないとダメなんですよ。なるほど。身長175でクリアでして、体重62キロなんでダメなんですね。はい。で、その部屋来た時、本当こう、稽古もさせてもらわなくて、もう食べて寝てくれっていうね。稽古させてくれないんですよ。当時も日本語わかりませんし、なんで稽古させてもらわないのかっていうのはすごく不安で、もうこのままで返されるんじゃないかとかね、そういう思いもあったり。で、後々話聞いたら、先輩たちがね、親方に言ってたらしいマスターね。もうこの子は相撲をやるのはかわいそうだと。あんまりにも小さい細いから、床山とかね、行事呼び出しにした方がいいんじゃないかという声が結構あったらしいんですよね。だからその人の運命っていうのは面白いもので、本当夜とホームステイした時ね、部屋来た時、朝なんですけど、一日なんですけど、夜と朝ですから、本当数時間で人の運命が変わるんだなと。もし私が書いてたら、昭和の大横綱、大鵬さんの32回優勝、誰も破ってないでしょうねっていう。So one phone call changed everything. And your parents were expecting you back in Mongolia, and suddenly you stayed in Japan and you start your career as a sumo. You said you didn't speak Japanese at the time. You were a little bit too light. How were you feeling when you were in this sumo stable at the beginning and everyone was telling you, you have to gain weight, you have to train this, and you're new to Japan, you don't know the language, you don't know the culture. What was going through your head? そうですね。本当この稽古もきつかった、トレーニングもきついものがあるんですが、やっぱり食べる稽古もしましたね。やっぱりなんせこの1月に来て2月中旬に新弟子検査に合格しないといけないんで、もう本当この1ヶ月半で、もう本当食べましたね。でこの不思議とこの1ヶ月半で体重が18キロ増えて、身長5センチ伸びたんですよね。それでもう余裕で合格できたっていう。で、やっと、プロの、土俵に立つことができたんですよ。で、立ったんですけれど、実は私の相撲の人生のスタートは負けなんです。負けからスタートしました。日本の相撲でも、親子横綱でいないんです。モンゴル相撲でも親子横綱でいないんですね。まあ自分が横綱になれば国が違うけれど、親子横綱って一つ夢があったんです。でもデビュー場所で序の口で負けですよ、負け越しから。もうその夢が遠い夢になりましたからね。それではまず何をしないといけないかっていう、そういう自分で考えたときに、日本語を勉強しないといけないなと。で、その当時CD ですからね、今 iPhone でね、いろんな聴きたい曲を聴きますけれど、で先輩にこれで日本語を勉強しろって言われて、その CD が歌が沖縄出身の夏川りみさんのなんだそうそうなんですよ。いわゆるこの歌がゆっくりなんですよね。だからその歌って勉強できると思ったのかな、先輩がわかりませんけど、その CD いただくと横に歌詞カードが書いてある。それ全部真似して書くんですよ。で、わからない漢字が出てくると歌の方を聞いて、あ、こうやって読むんだと。不思議と日本語が重くなっていくと、番付も上がって強くなっていく。親方と兄弟子の先輩の言葉を理解できるんですね。So you can finally understand the techniques and what they're explaining to you and getting better. Practice, yeah. I want to get back to one point you said. The beginning for you was just eating, sleeping, so that you get heavier. In most sports, you have to stay at a certain weight, maybe lose weight. They will evaluate your fitness differently. But in sumo, you need to get big and strong. What is it like for you when your body changes so fast, when you gain so many kilos in so little time, and suddenly
you have to deal with the new body shape and type. そうだね。まあやっぱり実は体全部チェックしてもらったことがあって、体脂肪ってあるんですよね。Mhm. 体脂肪が 24% なんですよ。今150キロあります。24%。で、実は筋肉の重さが110キロだと。Wow. でそれ聞いて私、ただのデブじゃないなと思ったんですね。だからそういう海外のね、方々が、デブのぶつかり合おうって思ってると思うんですけど、実際そうではなくて。で、特に私の場合は、腰からこの骨盤にくっついてる中の大腸筋っていうのが、それがもうほとんどもないです。発達してて大きいんですって。だから横綱白鵬は腰が強いと。で、あともう一つの秘密は太ももなんですって。あと、競輪選手だったり、スピードスケートね、今冬オリンピックがこの間終わったんですけれど、やっぱりすごく太ももが大きいじゃないですか。だから人間で鍛えれば前の筋肉が盛り上がるんですって。後ろの筋肉って実は盛り上がらないんですね。で横綱白鵬の後ろの筋肉は2つが前の筋肉とさほど大きさが変わらないと。だから前に出ても守ってもバランスがいいってことで、この腰と太ももに横綱白鵬の強さがあったっていう話を聞いたことありましてね。あと先話にちょっと戻るんだけど、やっぱり日本のことわざっていうのがあって、このことわざっていうのはなんか私のためにあるのかなって思うようになるんですね。思ってまして。実際に、本当最後にね、スカウトに声がかかってもらったって、日本語でことわざで、残り物に福があるっていうね。残りが福がある。残り物に福があるっていう、ね。こういうことわざもあるし、そしてこの大きくなったってやっぱり寝る子育つ。まあよく寝てたんですね。一番寝た時間18時間寝たことあります。やっぱり寝るのも稽古なんです。やっぱりこの先輩たちがやっぱり昼寝ができなかったんですね。やっぱりあんなきつい稽古練習終わって、やっぱり体休めないと。やっぱり寝る稽古して、で、私の場合は寝てて動かないんですってね。で、先輩たちが寝返りないんですってね。先輩たちが遊びに行ったら帰ってきても同じ姿勢で寝てると。白鵬死んだんじゃないかっていう寝てたというね。もうあるし、あと引退2、3年前からトレーニング方法をちょっと変えまして、自転車乗るようになったんですよ。で一番重くして、セットトレーニングであって、この3分の自転車なんですけど、もうこれが本当に大変なトレーニングなんですよね。で、人間とこの心臓の心拍数が上がるっていうのは、アスリートにとって大切なもので、血流が速くなるってことで、成長ホルモンが出るんです。いわゆるこれが自然のドーピングなんですね。私にとってこの朝稽古が本当に毎日辛かったんですよね。もう本当毎日この稽古場でずっと泣いてましたね。でも本当いい部屋に入ったと思うんですね。親方と弟子に。もうできなくて泣くでしょ、泣いて。はい。で、終わった後に、これいじめと思ったらいじめかもしれません。でも、そう思わなかったのは、私の、本当紙一重だと思うんですけれど。で、先輩が、ポーンと肩叩くんですね。お前のためだからと。それでまた泣くんですよ。で、夜また寝る前に音楽とか聴きながら、まだ泣くんですね。明日また練習、稽古が始まる。嫌だなと思って。1日3回泣いてたんですね。That was difficult. だから若い時の大変な稽古をやってきたわけだから、究極にこの体が大きくなって体ができたっていうのはあると思いますし、実は先ほどデビュー場所で負けました。1年間ずっと勝ったんですね。もう一回負けたんです、実は。17歳の時に。その時私やっぱ細いでしょ。当時の私の相撲っていうのが、実はいつもこの丸い土俵のギリギリです。いつも相撲を取ってたの。土俵際って。うっちゃりとか、相手はたいたり、相手の手をたぐったりとか、そういう技が多かったんです。でも、好んでやってるわけじゃなくて、体がないものですから、やむわなくそういう形になってたんですね。だからとにかくまた、
もう一度この体作りしないといけないなっていうのがあって。で、そのお相撲さんは朝食べないんです。昼と夜なんですね。で、その丼飯、昼8杯。で、夜また6時から8杯。だから1日16杯食べた。Wow. で、心配が立って、食べる終わるまで見せられる。で、食べ過ぎて吐いたこと戻したことある。Difficult first period for you to get used to this, but all of this for the first fight. You mentioned it now twice, this first fight of yours that you lost, unfortunately. But what was it like for you to step on the ring, to step on the dohyo for the very first time? Sumo is this very ancient sport, as you explained, very traditional in Japan. And you came here from Mongolia, and for the first time, you participate in the official tournament. How was that feeling like for you to step on the ring? いや、とにかく、怖かったですね。ある程度、私、100メーター12秒走ってたんですね、15歳の時に。足も速かったし、やっぱりスポーツのやっぱりこのベースっていうのは足だと思うんですよね。その自信があったんですけど、その自信のまま土俵に登った時に、まあ負けからスタートしたんで、非常に寂しさ、悲しさもあったんですね。やっぱりそのポイントで今自分で考えて、いろいろやっていかないといけないなとあって、実は17歳でその最後に負けた時に、あれから実は負けたことないんですよ。17歳が最後なんですよ。そこでやっぱこの人が変わったっていうかね、そういう、もっと自分ができるんじゃないかとかね、もっといろいろな角度から考えるようになったっていう。例えば朝もっと早く起きて、兄弟子とか先輩のね、この回しだったり、土俵をきれいにしたりとか、片付けとか掃除。そういうのやっぱり人よりできるようになったのかね。準備とか。あと土俵の入ってるゴミとか拾ったりとかね。やっぱり自分の仕事はやっぱりきれいに状態にしていくっていう。いわゆるこれは日本語で徳っていうんですね。徳を積んだらそれが返ってくるっていうのを話します。まあメジャーリーグの大谷翔平ね。よくグラウンドのゴミ拾ってるっていうのは多分私の真似してるのかなと思うんですよ。Were you already thinking at the time, like, I want to be the next Yokozuna? 思ってましたけど、でも、負けからスタートしてますから、遠い夢だったですね。At the time when you were starting, there was another Mongolian player that was very strong, Asashoryu. He was kind of your senpai a little bit. Were you looking up to him as a model? Like, oh, I want to follow his steps? モデルって、朝青さんとも本当怖い存在で、目も合わせられませんし、遠い存在ですからね。でも、いつか朝青さんと相撲を取ってみたいっていう目標がありましたね。The two of you had one of the big rivalries. I think in total you fought 55 times. You won 29, I think, of those battles. For the public, this was always the big fights, Asashoryu versus Hakuho. Were you thinking the same way, or was it for you just another fight that you had to focus on one after the other? そうですね。私は20年相撲を取って14年間が横綱グランドチャンピオンを務めたっていうのがあるんですけど、まあいろんな取り組みがあってね。だいたいみんな思い出の取り組みで一つあげるんですけど、私はやっぱり3つあげるんですね。初めて朝青さんに勝った一番。で、次、戦前の双葉山69年生に挑んだ時の負けた一番ですね。63年生で止まったストップなんで。で最後45回優勝した時に勝った一番ですね。この3つを挙げたいんですけど、その中で今日は、朝青さんの話が出たんで、この、朝青さんの勝った一番。やっぱり勝つことに意味があって、負ける時もその意味がある、理由があるはずなんですね。で私はそう思ってまして、2004年の11月場所で初めて勝ったんです。で実はこの遡って、それこそ3月場所後に、春巡業で、神奈川県の藤沢で巡業が行われたんです。そこで、朝青さんがわざわざ朝早く起きて、我々の土俵で稽古つけてもらったんです。一回勝ったんですよ。ものすごく自信になった。で、その後に5月夏場所が終わった後に新入幕なんです。で、新入幕になると、海外公演巡業に参加できるんです。
去年大相撲がロンドンがあったんですね。で、今年パリにあるらしいんですけど。で、北京、上海は公演があったんです。で、その30年前に、だからね、1974年に、北京、上海公演があった。で、その2年前に実は田中角栄総理大臣、プレミアムミニスター、田中さんが中国訪問して、でその2年後に大相撲公演があって、日本にパンダが来たっていうね。ただ、相撲っていうのはやっぱり両国のこの交流だったり、本当この駆け足になってたのかなって思うこともあるんですけれど。で、その時、北の富士さんが横綱で、後相撲協会理事長になった横綱の北の海さんが19歳で参加した。で、万里に町長歩いてたんです。で、私も北京に行った時、19歳で新入幕で。で、メディアの皆様に、白鵬さんあなたに頑張れば、北の海さんみたいに横綱になるかもしれませんよ、と言われて頑張ります。で、北京が終わって上海が始まって、上海は初日優勝が朝青龍さん、二日目の優勝が新夜白鵬が優勝しちゃった。で、初日と二日目優勝の総合優勝決定戦があって、もう、朝青龍さんにも勝てないじゃないですか、どう言っても。で、花道歩いてる時に、やっぱりアスリートのこういう心は良くないと思うんだけどね。もう、怪我しないようにとか、生きて土俵から降りたらいいとかね。まあそういうマイナスの思考しか入ってなくて。で、実際立った時も、朝青龍さんやっぱり力でスピードもありますから、中取られて、足技かけてもらったんですけど、実は体柔らかいもんですから、自分の足を抜いたんですよね。朝青龍さんがそのまま倒れちゃったんですよ。で一目で横綱倒したのそれが初めてで、本当に自信になったんですね。で、初対戦した時実は私負けてるんです。でその時に年に一回モンゴル里帰りするんですけど、モンゴルの場合、去年天皇陛下、両陛下がね、モンゴル訪問したっていうのは、そこでナダムって大きい夏のフェスティバルがあるんですけど、モンゴル相撲と競馬と馬のレースと弓ですね。はい。これは3つセットなんですよ。で、その里帰りした時に、馬の競馬のレース見たくて。でモンゴルの馬の競馬のレースが面白いんですよ。裸馬なんですよ。子供が乗るんですね。でしかも直線30キロ走るんですよ。いや。で、それを見て、帰りに、野生の狼、ウォルフですね。初めて見たんですね。ハイレ狼っていうのがモンゴルはたくさんいるんですけど、モンゴルその山にもね、アルタイ山脈には雪ヒョウって珍しいヒョウもいるし、クマもいるし、でその親父が遊牧民だったんで、夏休みに親戚の家に行って、いろいろ仕事を手伝ったりとかしてたんですけど、狼の鳴き声を聞いたことあるんですけど、初めて野生の狼見たんですね。最初羊かなと思ったり、犬なのかなと思ったんですけど、パッとこう振り向いたときに、この目が、薄青いという薄緑の目で、お前はどっからだ来いって言わんばっかりの目なんですね。もうまだ足が速かったし、3秒でいなくなったね。で次の場所、土俵に上がったら、朝青さんの顔見えたの。あ、人間の目ってなんと優しいんだなと。狼に比べてね。いわゆるその狼がまた私に力をくれたっていうのがあるんですけど。で、初めて朝青に倒して勝って、本場所で。で、横綱朝青に勝つことができたんで、もう少し頑張れるかなと思ったんですね。So you used that strength, you won your first fights, and you kind of climbed up the Banzuke. And eventually, I think in 2007, you became the 69th Yokozuna. What does it feel like to suddenly arrive at the very top of the league? そうですね。やっぱりこの2005年に怪我をしまして、やっぱり怪我から、やっぱり自分の形ってものを見つけたんですよね。だから現役時代もそうですけど、親方として指導した時代もそうですけど、やっぱり弟子にうるさく言ったのは、まず自分の形作りなさい。これ、相撲だけじゃなくて他のスポーツもそうですけど、ビジネスにも活かせるフィロソフィーだと思うんですね。形を持って形にこだわらなと。これができるのが名人である達人ですと。
形もないのにいろいろやってはいけない。ですから、この左手で私が回し掴めば 90% 勝てるんですね。これがいわゆる私の型なんです。よく先輩方が、明日の対戦だから、いろんな技持ってる関取だから気をつけてくださいって言われるね。でも確かにたくさん技持ってるから、この耳の響きにはいいんですけれど、私には全く怖くないんです。なぜならば、その技が全部中途半端なんです。その技が来ても、避けれたり、脱出することができる。一つの型持ってるって一番怖いんです。その型にはまれば、もう死ぬっていうか、曲げるしかないんですね。そうですね。はい。ですからその自分の型を見つけたっていうのが、すごく大きなポイントだったり、まあ、木で例えれば、相撲っていうのは私の根っこですね。ベース。相撲ってものを私から誰も奪う取ることができないと思う。そこで木を育てて、水をあげて、たくさん花を咲かせて。だから一つの型に完成すれば、それに頼ってはいけないっていうのがあるんですね。So you made it all the way there, but during all the time you're alone in Japan, your parents are still in Mongolia. Did you have chances to visit them, or were they able to come see you compete, or was the life of sumo, the routine, so strict that you kind of had to focus just on the sport? そうですね。やっぱり相撲界って年6場所。そして重量上がったら関取。いわゆる一人前の相撲取りになったっていうね。で、その給料をもらうんですね。はい。それでやっぱりこの重量昇進っていうのは、やっぱり相撲界にとって、例えば当時は800人の相撲取りがいて、関取は70人しかいないんですね。その中の一人になったんですね。で、そこでやっぱり親を呼んで、また自分がまた自由に里帰りできるようになったんですけど。The year you became Yokozuna, I think it's also the year you got married. When you're a Yokozuna and you're competing the 6 competitions a year and have a lot of training, how is it like to have a family life as well? Was it something easy for you to balance both? そうですね。やっぱり、早く結婚したことっていうのは良かったかもしれませんね。やっぱ帰れる場所があるってことは、やっぱり真面目に仕事に、励んだっていうのがあるんですけれど、あとその面白いのがね、3場所東京、3場所地方ですから、ほぼ2、3ヶ月地方行って帰ってきますからね。子供たちの成長が早いなっていうのが、びっくりでしたけどね。After 2007, when you become Yokozuna, this is kind of when you start breaking all the records. But what I want to know about is when you're kind of starting out as a Maigashira and you're kind of climbing the Banzuke, you're chasing after the champion. You have the energy, you want to beat them. But once you become Yokozuna, you're at the top. Everyone wants to chase you. Is it a more scary feeling when you then step on the ring and you know that everyone wants to take you down? そうですね。さっき20年現役生活してた14年横綱ですけど、本当私は25年間相撲愛し、相撲に愛された25年だったのかと思いますし、はい。で、そこでやっぱりもう本当この戦前の双葉山、戦後大砲、この両大横綱を本当愛してますし、尊敬して、おりますしね。この両横綱勉強すると、ほとんどこの100年の日本の歴史ってものが分かっちゃうんですね。で特に大砲さんに私が、指導してもらった、可愛がってもらったっていうのもあって、この32回の優秀っていうのは、本当この横綱たちがこの夢見てやってきたと思うんですね。はい。千代の富士さんも31まで行って、あと一つで引退してますからね。そういう点で相撲界では警護をつけてもらった、アドバイス指導してもらった先輩に勝つ、超えることが真の恩返しっていうのがあって、もちろんこの横綱昇進になった時嬉しいとか勢いもあったんですけれど、やっぱり目標はやっぱ大きい目標もあったんで、やってきたのかなっていうのは思いますし、実際にじゃあ相撲どうっていうのは
何なのかってね、思う時もあったんですよね。まあ、武士道とかありますけれど。でそこで先生の双葉山さんがね、弟子たちには指導何もしないんだって。ただ見てるだけなんです。本当は私が双葉山さんの弟子だったら言葉が欲しいですよね。師匠から。はい。アドバイス。アドバイス。はい。何も言わない。当時は、戦後即ですから相撲部屋が少なかったし、弟子が多分5、60人いたんですって。その朝稽古場がものすごい静かな稽古場なんですって。土俵入ってる、相撲取ってる両力士の息遣いと飛んでる虫の音しか聞こえない。静かな稽古場だったと。で、現役時代理解できなかった親方になって最近なんとなく分かってきたんですね。まあ母から教えてもらった割れた器っていうのは元に戻すのに時間がかかるんだと。人に物を教えるっていうのは割れた器より大変だと。だからその相撲道っていうのは人に教えてもらうんじゃ自分が見つけるものなのかなっていう。それが双葉山さんが気づかせていたんでしょうねと。例えばその日本もね、戦争に負けて、やっぱり日本が貧しかったし、そこで地方から出てきた子供たちが親孝行したいってハングリー精神があったんだろうな。で、双葉山さん道場からも横綱大関もグランチャンベンも誕生しましたし。で考えると、私も実は親方師匠に怒られたことないんですね。はい。師匠が上がり座敷に朝来た時に言葉いただきたいから一生懸命やってきたっていうのが今の結果につながったんですね。そういうのが、積み重ね、そういう出会い、いうものがあって、横綱昇進につながって、また数々の記録作ったのかなと思います。I want to talk a little bit about the actual fight. For someone that doesn't really have sumo in my country and growing up, the fights are very short, sometimes only a few seconds. What are you thinking about when you step on the ring? Are you planning how you will approach your opponents, or are you focused on the rituals? Because it's a sport with a lot of rituals of throwing the salt and such. How are you approaching an actual fight? そうですね。相撲の場合は、神事、神事の部分も大きいし、スポーツになりつつもあると。はい。で、特に見えに見えない世界っていうのはあると思うんですけれどね。我々日本人は家の玄関に2つのお塩を置くんですよ。お塩ですね。はい。1つじゃダメなんです。2つなんです。この2つは結界なんですね。見えに見えない世界で2つが結ばれたと。でそれを結んだことで、外から悪いもの入れないように玄関に置くんです。で、横綱の土俵より四股踏んで下ろしたときに、そういう同じような意味があるんです。地下にある悪いものを踏みつぶす、追い払うという信じがあって。で、我々日本人、例えば海外から来てる方々にお寺神社へ行ってもらいます。そこで、締め縄って見たことあると思うんですね。ロープですね。Yes, on top of the... はい。で、それで人間で締めるのは誰ですか？横綱だけなんですよ。そうなんですか。だから神の息子なんですね。荒人神って言うんですね。なるほど。だから歩いてる神社なんですよ。歩いてるお寺なんですよね。で、その時に実は3月11日っていうのは私の誕生日で、日本に何があったというと、東日本大震災、津波が起きました。で、私は東京で大変怖い思いしたんですけれど、まあテレビつけたらね、もう東北は大変なことになってましたし、本当に映画見てるような感じなんですけど、ですぐ行きたいって気持ちがあったんですけど、なかなか道ができてないからダメだったんですけど、でようやく6月に東北行って10カ所歩き回ったんですね。四股踏んで。で特に私に思い出残っているのは、岩手県の山田町ですね。山田町に実は前の日に乗り込んだんですけど、夜寝れなかった。まだ余震があるんです。携帯のアラームが鳴る。寝不足です。で、起きました。で土俵入りする場所もないんですね。で、ようやく見つけたのは、小学校の階段登ってドアまでスペースで
砂を巻いて引いて、四股踏んで書いたんです。で、山田町から次に電話あって、横澤が四股踏んで土俵入りしてから、次に一回も余震がなかった。ゆっくり眠りました。だからその目に見えないものあると言うんですけれど、あるんだなってことを確信した瞬間ですよね。特に相撲とこの日本とこの赤い糸じゃないけれど、もので繋がってるんだって確信した瞬間でしたね。それからやっぱりこのスポーツになりつつもあるし、で私の場合は、例えば普通の人は朝起きて今日のことを考えると思うんですね。で自分の場合は人よりちょっと早く準備できたのかなっていう。例えば15日間、相撲トーナメントがあると思うんですけど、私の一番幸せな時間は取り組みが終わった後に6時に終わって6時5分。この5分がお風呂入ってる時間が一番幸せなんです。お風呂から出ればもう明日なんですよね。そうなんか。はい。そこの準備だったり、で実際に相撲を取ってる時っていうのは、私の場合ですね、頭で考えてないんですよ。体が先に動くんですよ。で、脳が後からついてくるんですね。頭が。So you just move in, you're present in the moment. You don't think about what's going to happen. You just focus on the present. We talked a little bit before about from your rivalry with Asashoryu, and you've had many fights. I think you have the most career wins on all divisions, over 1,000 wins. That's many, many, many fights. I'm curious about, are there any opponents that you were kind of always thinking about, that you either wanted to fight or were worried about fighting because you knew they were good? そうですね、様々な取り組みたくさんしてきましたし、本当みんながライバルで、特にやっぱり同じ横綱になった人っていうのは、本当大きいライバルの人ですよ。まあ本当に一番敵っていうのはライバルで自分自身だったよね。よく言うんですけれど、まあそこでやっぱりこの、まあ面白い話があるんですけど、相撲を取った時実はスローモーションが起きるんですよ。我々アスリートはゾーンって言葉を使うんですけど、全くゾーンではなく全く別物なんですと。で2015年に私の本書いた先生が3年後に私訪ねてきた。でその3年前に相撲を取った時、ゆっくり見えるスローモーションが起きるという話でした。その話ちゃんと聞きたい。で私その話したことも忘れてまして、で、その弟子たちに聞いたんですね。お前らたち、相撲取った時どうだ？いや、すぐ終わりますけど、何ですか？で私はみんながそうと思ったんで、2018年に自分がちょっと特別だったなってことを気づいたんですね。マトリックスって映画ありますよね。銃の弾から。あれよくわかるんですよ。あの映画。で、その日本のある大学はこれに対して結構テストやったり研究してるんです。で、自分はさっき言ったもね、ゾーンで言ってるけど、ゾーンではなくて別の名前があるんだと。で人間って死ぬとき、危ないと思ったとき、三つ目は脳をフルに集中したときに起きるものなんです。これは一般では感覚を持っているのは車の交通事故なんです。そこに遭われた方々、この走馬灯のように感じるんだと。まあ防犯カメラで見てると、ね、事故っていうのは2秒、3秒の世界だと思うんですけれど。Very short. でも、中にいる人がものすごくゆっくり感じるんです。So for you, everything kind of happens in this kind of slow motion, and you kind of experience this. You kind of just flow through your career. You were talking about when you were also getting close to retiring. You had one of the longest careers of any sumo wrestlers. Did you think many times about stopping some time earlier, or did you want to kind of keep pushing longer? そうですね。今本当食事が美味しい、お酒が美味しい、何が幸せかというと、明日朝稽古ないのが幸せでね。それを思うと、もっと早く引退しておけばよかったなって思うんですけれど。でもやっぱりこの
ちょん曲げの力っていうのがありますし、やっぱり現役長くできるからこそ、いろいろできることがあって、その中でやっぱり子供たちにやっぱりと大きい目標、あれば、やっぱり頑張っていくのかなと。やっぱり大砲さんの32回の優勝を更新したから、やっぱり目標とモチベーションがなくなったんですね。さあ、これからどこに走っていけばいいのかなって。で、そのいろんなこの、先輩方がね、打ち立てた細かい記録があるんで、それを全部集めて、モチベーションを貯めて、また、走り続けましたけれど。You said that now you enjoy the food, you enjoy the sake more than before. How difficult is it when you're a professional yokozuna to have a life outside of sumo? We talked about you getting married and having children, and this being difficult to balance. But are you able to enjoy, sort of, say, like free time as well while you're professional? まあ本当、1に相撲、2に相撲、3に相撲、4つに稽古っていうのを繰り返しですね。10時間ってほとんどなかったんですね。まあ、それこそコロナでガイドラインが厳しかったし、まあ3年間、いろいろね、取り組んでみようと思って本読んだり、まあチェスやったりね、映画見たり、ネットフリックス見たりとか、まあネットフリックスのサンクチュアリっていうね、相撲のドラマがあったし、それがすごく面白かったし、まあ本当こう、我々年にね、6回、トーナメントがあって、一場所シーズンが15日間。90日間 NHK で全国放送でネットされて、ね、皆さんに見せてもらう。はい、ですからやっぱりこの、国民の皆様に愛されてるから、やっぱりその分責任が大きいんですね。ですから常にこの行動、考え方、しっかりした意識しながらやってましたから、大変な部分もありましたね。はい、特に大関はね、負けて、あるいは怪我したら番付が下がるけど、横綱は1回になったら、もう若くても負けたら、大怪我したら引退しかないんですよね。だからもう崖っぷちに立たされてるんですよ。はい、そういう状態だったんで、勝つことがね、まあ当たり前っていうのがあったんで、まあ特にまた、相撲協会のね、横綱審議委員会っていう団体もあったんで、その辺のね、このプレッシャーっていうのはありましたね。まあ、もともと右膝痛めて引退することになったんですけれど、本当は力があったんですけど、ちゃんと直せて土俵に立ったらもう少しやりたかったなって気持ちはありました。When you retired, you had so many records broken. You have the most top division championship Yusho with 45, most career wins, most top division wins, most undefeated championships, then Sho Yusho with 16, most tournaments as a Yokozuna with 14 years at the top. Do you realize, or did you realize, what you accomplished for the sport when you retired? そうね。まあ、その入門した時45回優勝してやろうっていうのは、もの全くなかったし、気づいたらそこにたどり着いたっていうのがあるかもしれませんね。とにかくその人生はなんか早かったなっていう感じがしますね。Even after you retired, you decided to continue dedicating yourself to the sport, but also before that already. I think it was 2010 when you started the Hakuho Cup. While you were still competing professionally. Tell me a little bit about the Hakuho Cup. What motivated you to start this so early in your career? そうですね。16年前には実は相撲協会の中で野球賭博問題っていうね、いろいろ様々な問題があって、その1年後に東日本大震災も起きて、まあ、その時一人横綱だったんですけどね。ですから、この、相撲から子供たちがいなくなるんじゃないかっていうね。でそういう危機感を感じたもので、大阪で実は初めてやったんですよね。で当時私25歳だったんですけど、でそれから今年がもう16回目、今年日本を入れて20カ国、国と地域から1700人の選手と子供たちが集まりました。2日間、トヨタアリーナで東京で
開催することになったんですけどね。やっぱりこの、礼に始まり、礼に終わるこの理念ですね。もっと世界に広めていきたいと。スポーツには礼する文化はないですよね。相撲にあるんですよね。相手をリスペクトして礼をする。勝っても負けてももう一回礼をする。やっぱこの文化をね、世界に広めたいというのがありますし。で今回初めての取り組みでして、女子相撲、女の子を参加させました。350名の子供たちが女の子が集まったんですよね。なんで女の子、女子の相撲をやったかというと、男女がなければオリンピック種目っていうのが見えてこないんですね。やっぱり夢はオリンピックなんですよね。Like your father when you were Yes, young. yes. だからオリンピックはゴールではあるんですけど、ゴールではない。やっぱりこの、テニスとゴルフは4大大会ありますね。ウィンブルドン、オープン、マスターズとか、そういったこういう、国際大会を成長させてきて、やっぱり人作り、人間作りですね。で最終的にこれが世界平和につながるのかなと思うんですね。で、私は、うちの国際相撲連盟の、日本相撲連盟で、団体に87国登録されています。で、実際去年、タイではバンコクで世界大会が毎年行われてますけど、タイでは33カ国。今年アゼルバイジャンで世界大会があるんですよね、バコで。で、実際に、じゃあなぜ80何カ国登録されて来ないのかというと、オリンピック種目ではないんで、国の応援がないんですよ。バックアップがないんですね。だから交通費と宿泊代がかかりますから。私は、去年9月12日に国際相撲の正式に顧問になって、で私と同時にトヨタ自動車の会長、豊田章男さんが国際相撲の会長になったんですね。で、私と章男さんが国際相撲入ったことで、今国際相撲ものすごく盛り上がってるんです。さあ、これからっていう。ですから、この87国が気持ちよく国際大会に来るような、そういう国際大会したいなと思ってますし、あと今実際に会社立ち上げて、いろいろ経験と勉強していると、我々がこの相撲青い星では200数十国をね、正式に登録されてますけど、150の国にその国の相撲があったんですよ。150。すごい。だから根っことベースが世界にこんだけたくさんあるんですね。ですから、特に自分がやってきた相撲って分かりやすい、シンプル。で、そのものですから、広がりやすいってもあるんで、もう毎日もワクワクドキドキしながら仕事してますね。はい。So the Hakuho Cup, you started this to kind of help the children and get the children interested and motivated in sumo. The Sumo World Cup to kind of get the world interested in the sports. A lot of very big ambitions. If we come back to the Hakuho Cup, you were saying that also the women are participating. From what I read, I understand that women are not allowed to even enter the dohyo. They're not allowed to participate in pro sumo. And therefore, also, it's not possible for it to become an Olympic sport. Sumo being so old and so traditional, do you feel like it needs to change a little bit to kind of adapt and get more people interested in it? そうですね。白鵬カップというのは私が個人でした国際大会には、女子大会を初めて参加させたんですけれど、実はアマチュアの土俵には、国際相撲の土俵には女性の人が上がって OK なんですよ。なるほど。で、この世界大会が実は、国際大会ができたのはもう30年近く前からもうやってます。はい。で、大相撲は自分がやってた相撲、プロフェッショナル大相撲では、神事な部分があるんで、女性の人が土俵に上がらないんですね。で、私が10年間実は両国技が、相撲のアリーナ使ってましたけど、やっぱり弟とお兄ちゃんについてきた女の子たちが、私も相撲取りたい、大会に出たいと声がたくさんあったんですね。で、ようやく場所を移してトヨタアリーナでできたことで、その女の子たちの強い言葉に結果を出したっていうのは、本当嬉しく思ってますね。
On the other hand, you're working now with Akio Toyota, the chairman of Toyota, the car company, はい。 to make sumo more popular overseas. I saw recently there was a sumo tournament in London, which gathered a lot of attention. It was sold out. Do you think this is going to happen more often, that sumo wrestling is going to be happening in Europe, in other countries in Asia, in North America, South America, Africa, for people to kind of get interested? そうですね。我々の団体は、ジャパニーズスモアフェデレーション。自分がやってきた団体は、ジャパニーズスモアアソシエーション。で、これは2つはあるってことを認識してもらいたいし、分かってもらいたいですね。ですから、ロンドンでやって、今年はパリって聞いてるんですけど、やっぱり公益法人、財団法人、公益法人、こっちも財団法人、公益法人。公益法人っていうのは自分がやってきたものっていうのは、やっぱり海外であったり、日本に広めないといけないっていう日本の政府の国のルールがあって、でそのロンドンも非常にこの人気があったと聞いてますし、やっぱりヨーロッパの人っていうのは、今年もパリにあると思うんですけど、そのものに対する、特に5S って言いますね。桜井、寿司、酒、侍ね。はい。で、この 5S っていうよくお話聞きますけれど、やっぱこの大人気で、やっぱこういう大相撲が海外に出向いていく、広めていくっていうのは、本当このいいことなんですね。そこでやっぱり海外の人たちが興味を持って、またその国が、その相撲フェデレーションの団体がその国にありますからね。私も今年ロンドンとスコットランド行くんですよね。でその相撲フェデレーションがあるんですよ。でそこにまた入ってやってみたいっていう。ここが出てくればいいかなと思ってますよね。When I was growing up, karate and judo were very popular in France. But sumo is maybe even older than that, and yet it's not really so present in at least European countries. Why do you think that sumo didn't kind of become so popular earlier, the same way other Japanese martial arts have? そうですね。果たしてオリンピック種目になるのかなっていう疑問がありますし、クエスチョンマークがあると思うんですけど、実はなるんですよね。聞いたことあるかわかりませんが、ワールドゲームって知ってます？はい。Yes。コンバットゲーム。はい。実はここに相撲が入ってるんです。Yes。これは IOC の管轄でドーピング検査してますし、ここに実は相撲が入ってるので、時間の問題で相撲がオリンピック種目になるんですね。で、プロフェッショナル相撲があるんで、今、ここに一つの、例えば野球で言えばね、大谷翔が活躍してるワールドシリーズで、この山があって、その山に登る入り口がたくさんあるんです。日本ではこの平成的なものがやっぱりそのあるんで、やっぱこの相撲って土俵1個しかないんです。登り道がないんですね。なので私が入ったことで、その土俵を2つ3つ増やせてあげて、子供たちに夢と希望を持たせてあげたいんですね。So bringing sumo overseas is one big goal. Another thing we see is some foreign sumo wrestlers coming to Japan, like yourself, but very few. You explained that there's a limited amount that can go in each stable. Do you think it needs to be more accessible, more open for foreign wrestlers to kind of come and become professional here in Japan? Because it's the only country where it's really professional at this level. そうですね。これから、なんせ我々の団体、87国。で、白鵬杯国際大会には、実は誰でも参加できるんですよ。これがやっぱりこの、ね、これ見てる方々もそうですけど、うちの会社、また白鵬杯事務局に取り合わせしてもらえれば、来年は参加できるんですね。はい。これがやっぱりこの広めるっていうのがありますし、まあ、あと、ね、その、子供たちが、その選手たちがやっぱり各兵一人しか入門できないっていうような形なんですけれど、そこで白鵬杯アカデミーっていうのを今考えてまして、そこでの土俵には海外から来て、教えてもらおう、経験してもらおうっていうのが今、我々の取り組みの中に一つ今、考えて I was actually going to ask about this. For people that are interested in sumo, I think
a lot of people maybe don't understand the rules and what is happening. The fights are so short. I remember the first time I saw a sumo fight on TV, I was like, what is going on? There's two very strong guys just charging at each other. One falls down and it's over. So where can people start learning about sumo if they're interested to kind of understand better the sport, the tradition, and everything that is going on? そうですね。その白鸚アカデミーっていうのは先話しましたけれど、慶応大学の先生方がね、おっしゃってまして、格闘技の良さは全部相撲にあるんだと。打撃、投げ技、決め技。けれど、実際やってる人々のダメージが少ない。血が出ない。っていうのがオリンピック種目になる。また、人々が誰でも簡単にできるというのが広がりやすい部分もあるんですね。After you retired, you had all these projects that you're working on now, but also for a short period of time, you kind of were the head of a stable. I think it was a Miyagi-No stable. Is this something you're thinking about doing again in the future to kind of teach the young sumo that kind of join and train them to be the next Yokozuna? そうですね。今後やっぱりこの自分が学んだもの、それをやっぱり日本だけじゃなく、土俵を世界に持っていくっていうのが、だから世界の弟子たちがたくさんいますので、それを伝えて、飛び回って歩いていきたいなと思ってます。You were also telling me before we started recording that you have a book project. Do you want to tell me about that a little bit? そうですね。やっぱり日本では一アスリートに9年間つくっていうのはトレーナーっていうのはまずなくて、もちろんチームとかその大きいところにはね、団体にはトレーナーってつくらしいんですけど、やっぱり9年間ついてくれたこのオーバートレーナーが、私の言葉のコードを全部書き留めたんですね。それがなんと12冊になって、5年前に本になった形になったんですよね。ですからこの本もまた英語にして、相撲ファン、また海外の方々に読んでもらいたいなと思うんですけれど。At the beginning of our conversation, you were telling me about your father and how he was a professional wrestler and you kind of started learning about sumo and training back in Mongolia. When you go back now and you go back to where you grew up, do you look at the journey sometimes that you've been on and everything you have done until now? How do you reflect on this? そうですね。私はモンゴルのウランバートルってシティボーイですね。で、親父が遊牧民ですから、親戚の家に行ってね、遊牧の方々とね、親戚の方々と夏休みで2、3ヶ月生活するんですけど、本当遊牧って本当朝から晩まで仕事があるんですよ。水汲みに行ったりね、遠くまで行ったり、でまた馬の子馬が来たら子馬捕まえて昼。で夜牛が来ると子牛引っ張ったりとか。で、草原のお茶とかご飯作るとき木じゃなくて、牛と馬の乾いた糞を集めるんですね。で、それを言ったり、あと一番辛い仕事は羊を見とかなきゃいけない。他の羊と混ざっちゃうと同じ色をしているから分けるのは大変なんですね。あと天敵の狼とかそういう来ちゃうから、そこからやっぱり羊を守らないといけないっていうのがあって、雨の日も、日が出てる日もずっと横にいとかないといけないっていうのがあって、それで自然と共に少しでも子供の時にね、この生活できたっていうのが、私の今の強さが、精神的に肉体的にあるのかなと思うんですけど。もちろん、冬の草原は知れませんけれども、でも今日見てる皆さんがね、ぜひ夏のモンゴルに来てほしいなと思うんでね。やっぱり地球で最後の遊牧民がまだモンゴルに残ってますので、ぜひそれを体験して、大自然と大草原に、一緒に逆に行ってみたいなと思うんですけれどね。私の今後の行動はインスタグラムやってるんで、そこでまたチェックしてもらえれば、いいかなと思いますけど。いろんな報告できますから。はい。From there until now, you were telling me that one big moment that changed everything is the phone call you received the day before you were supposed to go home. Are there some other key moments in your life that you think back about that you're like, if this didn't happen, maybe today I wouldn't be here? だから本当運があったなとかね。いろんな人との出会いがあったっていうのはあるんですけど、特に16年前に1月場所から、11月まで場所までね、白星が積み重ねあって、
4場所連続全勝優勝して、まあ、優秀インタビューとかスピーチで、運が良かった。ラッキーですね。運が良かった。まあ、講演会知り合いなくても、まあ、今日は運が良かった。なぜそういうふうに言うようになったかというと、相撲取ってる時、こう、負ける時になんか後ろで支えてもらってるなんか感覚があったんですよ。で、運が良かったって言葉をよく使ってましたけど、その時日本の、歌手の松山千春というさんから電話があって、横尾さん、運っていういいこと言ってるなと。その運字を漢字の意味わかるかって言うんですね。ちょっとわかりません。教えてください。そしたら、軍隊に軍って書いて、はい、で軍が走るんですね。軍が動くんですよ。だから戦なんだ。戦いなんだと。黙って座ってるじゃ運は来ないんだと。自ら努力する、頑張ることで、行動に出ることで、その人に運はやってくるんだと。You have to stay in movement, create your own luck. Yeah. We talked about so many things today. I'm sure there's many more we can talk about. But is there something in particular that maybe I didn't ask you that you would have liked to share today that we can still make some time for? そうですね、先生の双葉山って横澤の話なんですけど、その双葉山さんの本当は好きすぎて、白黒の映像しかないんですけれど、その映像を見てるとね、双葉山さんが今から勝負する、戦う人の顔じゃないんですよ。ものすごく穏やかなんですよ。で、私は思ったんですよ。相撲スタイルが私に似てるんですけど、なんで人間がこういう顔になるのかなって、不思議で。で、そこで、いろんな人からそのアドバイスもらって聞いた話では、中国の君主で、昔の王様、皇帝の物語、話なんですけれど。双葉山さんに、この安岡先生っていうのは教えてくれたらしい。で、この安岡先生は、平成って考えた人。天皇陛下が戦争を負けた時にラジオ放送を教えた。沖縄が日本に戻った時の、全部その言葉を教えたのがこの安岡先生なんですね。で、安岡先生がその双葉山さんに会って、君は相撲界に木剣になれと。木剣っていうのは木の鳥なんです。で、木の鳥っていうのは生きてるものじゃない、動かないんですよね。はい。ということは、木剣とはあなたの心を動いちゃいけないよと。ことなんですね。この木剣のフィロソフィー話というのは、戦う鳥が、試合があるじゃないですか。王様はその試合が見るの大好きなんですって。はい。で、自分もその強い鳥を持ちたいと、親方マスターに頼んだんですって。で、これ1ヶ月30日の物語なんです。で、10日ごとに訪ねてくるんですって、王様が。やっぱりどうなったか心配になって。そうした時に、相手の姿を見て興奮してます。で、相手の声を聞いて興奮してます。で、三つ目が自分が強いんだって見せてるんだと。で、この三つがなくなった時にようやく死んだようになりましたと。だから木の鳥ですから心が動かないから、双葉山さんがそういう話聞いて、不滅の大記録69年書が始まったそうなんですよ。Hakuho-san, thank you so much for coming today, for making time to talk to us on Unpacking Japan. It was a real pleasure to have you, the greatest of all time in sumo wrestling. I hope people will be interested in seeing all the work you're doing now to make sumo popular with children, popular overseas, and hopefully we'll see a lot more of all these competitions and more people participating. We'll make sure to share all the links below so people can reach out and see what's going on. Thank you again. Thank you so much for coming. And thank you everyone for watching this episode of Unpacking Japan. We'll see you again next time. Bye. Thank you for sticking with us all the way till the end. We really appreciate it. If you haven't already, consider subscribing to the podcast. It helps us improve the show and bring you more in-depth conversations from Japan. Take care and see you next time.